おはようございます。めぐりかみたいちです。今日は贅沢な朝食といえばウッフベネディクトを紹介したいと思います。以前にもベーコンを入れたウッフベネディクトを紹介しましたが、今回はスモークサーモンとほうれん草を入れてまた違った感じのものを紹介したいと思います。それでは一緒に作っていきましょう。まずはじめにオランデーズソースを作っていきます。このオランデーズソースは温泉乳化ソースの基本中の基本です。まずビネガーと胡椒を煮詰めたところに卵黄と少し水を入れて泡立てていきます。この時鍋を直接触りながら手で持てるぐらいの温度を保ちながら泡立て器を8の字に動かして卵黄全体に均等に火を入れていきます。この時もし湯煎で火を入れても構いません。ただ私個人的にはこのように直接火にかけた方が好きなのでこのやり方をしています。このように火が入ってくると白っぽくなって鍋底が見えてくるぐらい濃度がついてきます。火が入ったところでフレッシュバターを入れてモンテしていきます。これもフレッシュバターもしくはブールクラリフェスマッシュバターでも構いません。私個人的にはバターを入れた方が入賞、バターの香りがいっぱい入って美味しいと思います。最後塩とレモン汁を入れて味を整えます。このオランデーズですけども、保温しておく場合は湯煎にかけるか温かいところに置いてください。あまり熱くしてしまうと分離してしまいます。また詳しい作り方、他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。それではイングリッシュマフィンの方、火を入れていきます。それではマフィンの方を温めていきます。普通にトースターに入れても構いませんし、オーブンに入れてもいいと思います。今回はフライパンにバターを入れてそこでポワレしていきたいと思います。上の部分切ったマフィンをバターを吸わしながらきれいに色をつけていきます。このようにフライパンの中でくるくると回しながらバターのあるところできれいに均等に色がつくように焼いていきます。このようにきれいに色がついたらひっくり返して底の方からマフィンを温めます。それでは盛り付けたいと思います。温かいお皿に先ほどのマフィンを置きます。そこにスモークサーモンを置きます。その後ウフポッシュを置きます。このウフポッシュですけども、以前ウフベネディクトベーコンで紹介していますのでそちらを参考にしてください。このウフポッシュの仕方ですけども、完璧なウフポッシュができます。このウフポッシュですけども、55度ぐらいのお湯に入れて温めておきます。最後先ほどのオランデーズソースをきれいにラップして完成になります。今回上からピモントエスプレッドとレモンのゼストをかけてウッフベネディクトスモークサーモン版は完成になります。このスモークサーモンを使っているウッフベネディクト、ベーコンとは違ってまた美味しさが違ってきます。レモンの皮とピマントエスプレッドを入れているのでアクセントになって非常に美味しいと思います。あとここにシュブレットもしくはアネットなどを上から振っても美味しいと思いますので、いろいろ試してみてください。続いてほうれん草のウフベネディクトを紹介します。フライパンにバターを入れてよく溶けるまで待ちます。この時フォークに剥いたニンニクを刺します。フランス料理ではよくほうれん草をソテーするときこのようにします。こうするとほんのりニンニクの香りが移って美味しく仕上がります。温度が上がってきたらよく洗ったほうれん草を入れます。今回はプースドエピナ、小さいエピナを使っています。もちろん普通のエピナでも構いません。そこに軽く塩コショウで汗染めしてさっと炒めます。このプースドエピナですけども、サラダでも食べれる感じのほうれん草になっています。普通のフランスのほうれん草は一回ブランシールしないとガシガシで食べづらいと思います。
それではドレッセしていきます。先ほどと同じように焼いたマフィンを置いて、その上にソテーしたエピナ、ほうれん草を置きます。そして55度のお湯で温めておいたウフポッシを置きます。最後は先ほどのオランデーズソースをたっぷりと上からかけて、ほうれん草のウフベネディクトの完成になります。今回ほうれん草、卵と相性のいいナツメグを上からかけて仕上げたいと思います。これでほうれん草のウフベネディクトの完成です。今回はスモークサーモンとほうれん草のウフベネディクトを紹介しました。またこの代わりにアボカドダナを入れても非常に美味しいと思います。もちろんマフィンの代わりにクロワッサンを使っても美味しくできますので、いろいろ試してみてください。またこのような動画を上げたいと思いますので、リクエストがあればコメント欄に書いてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。